これは何に使うお肉なの？これが鶏チャーシュー、低温調理してで使うって感じです。強いやつも使ってないですか？あ、そうですね。土がすごい。コンセント使いますか？うちが今、出してるのが塩ラーメンと醤油ラーメンとかき塩ラーメンなんですけど、これは醤油に使ってる貝出しのスープで、これ前日の夜に仕込んでるものです。今沸騰させて殺菌させてます。オープン当初塩ラーメン1本で出してて、で寒くなってきたら醤油出しますって言ってて、最近デフォルトとして追加されました。でこちら100食分ぐらいですね。あさりとムール貝合わせて10キロ入れてます。結構な量です。醤油のスープは貝出しのこのスープとこっちの、鶏豚のスープ合わせてダブルスープでやってます。捨てるラーメン屋さんもあるんですよ。結局油も酸化しちゃうんで、なんか自分は試した時にやっぱりこのラーメンの上に浮き上がってきた油の方が動物感が強いっていうか、鳥感が強く残ってくれるなっていうのが思って、それでこれラーメンの上に置いてるつゆを使ってますね。修行はどこでされてたの？むかんっていうラーメン屋さんなんですけど、そこで自分は初来が移転になった先の阿佐ヶ谷で働かせてもらってました。一応店長やらせてもらってました。すごい。自分の前に働いてた店長さんが自分が入ってすぐぐらいで辞めたっていうのもあって、席が空いてたっていうのはでかかったです。一緒に独立しようって言ってたメンバーがいて、今その方はむかん阿佐ヶ谷で店長やってる人なんですけど、その人が名付けてくれました。しずく一滴でも愛されるようにしずく一滴でも美味しいと思ってもらえるものを追求するっていう意味が込められてます。もともとラーメン
修行に入ったんですけど、でそこから自分が30歳になるまでに自分の店持ちたいっていう漠然な目標があって、で叶えたって感じです。沸騰しないぐらいの高い温度のままじっくり出汁を出すイメージです。沸騰させすぎちゃうと風味飛んじゃうんで、その辺気をつけてます。で、鶏と豚と野菜が入ってますね。多い時で、200ちょいぐらいですね。うちはもともとそれを2人でやってたんですよ。ハセと私でやってたんですけど、そこからバイトでお手伝いしてくれてた竹蔵さんが、雫入りたい、一緒に雫盛り上げたいっていう風に言ってくれて、ぜひっていうので入ってもらいました。もともと自分がその無冠の前に雇われ店長やってたラーメン屋さんがあるんですけど、そこに入ってきてくれたのが長谷だったんですよ。無冠阿佐ヶ谷で今店長やってる人もそこで一緒に働いてて、私将来独立したいんですけど、みんなで独立する時一緒に働きたいですみたいな言ってて、多分2人は夢物語みたいな感じに思ってて、2つ返事に「ああはいいいっすよ」みたいな感じだったんですよ。そこが閉店するってなって、その時出会ってた小松崎さん、無冠創始者の方にその話をしたら、全員うちでいいよ働きなよっていう風に言ってくれて、普通の飲食店のオーナーの方ってやっぱ人件費を一番抑えたがるんですけど、そこを小松崎さんは寛大に組んでくれて、そこからじゃあ独立するってなって、ただ独立してからだとどれぐらいの労働時間確約できるかとか、どれぐらいの給料を確約できるっていうのが最初の段階でやっぱ私提示できなかったんですよね。いやーみたいな、私これ結局支払い滞って2人を苦しませるんだったら、その今無冠阿佐ヶ谷で店長やってる方は無冠に残ってもらった方が、無冠のためにもなるし、その人のためにもなるなみたいなっていうので、無冠に残ってもらうことにして、で長谷と一緒に立ち上げを頑張るっていう話になったんですよ。無冠の前に働いてたところでバイトとしてお手伝いしてくれてたのが竹蔵さんだったんですそこの無冠の前に働いてた場所が結構経営が苦しくって、竹蔵さんに「すいませんちょっと来月からシフト入ってもらえなくなっちゃって経営苦しくって」って言ったのがすごい心苦しかったんですよね。で今の店ではやっぱそういうのをなくしていきたいし、ただやっぱり始まったばっかだし不安な部分もあるんですけど、でもそこはみんなでもう一致団結して利益を上げていく、売り上げを上げていくっていうのをやっていきたいなって思って今に至ります。すごい話長くなっちゃった。いえ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 。だからうちは2年以上前からみんなで働いてたんです。でバラバラの店に行ったりしながらも一緒にまた働けるっていうのがすごい嬉しくて仕方がないです。こした後にすぐ冷却をすることによって風味を逃さないことだったり劣化させない、
せーの。せーの。あ、でもいきます。動きます。カメラとかあります。すいません。奥のハートの中に書いてある言葉の意味って何？これは人生で起こることすべて受け入れて進んでいくっていう意味ですね。修行させていただいてた期間だったりとか、今までこう雇っていただいてた期間よりこう独立してからすごくなんかやっぱ責任感も増えますし、人の人生を背負うってことでもあるので、本当になんかいろんなことが今後起こってくると思うんですよ。でもそういうものも全部糧にして受け止めてこう成長しないから、進んでいきたいなっていう意味がこもってます。雫の、まあ木戸さんがやっぱね働きやすいんでね、来ましたね。もちろん人柄とかね、真剣なねやっぱり眼差しとかをね見て、僕もやっぱ一緒にやりたいなと思いました。そうっすね、やりがいはありますね。やっぱりね、お客さんがね美味しいって言ったら食べて帰ってくれるとね、見てるのが好きなので。雫はでも本当にみんなやる気あって楽しい職場なので、ぜひ皆さん応援してください。おります。イワシ節入ってます。お待ちいただきありがとうございます。先頭のお客様から順番に食券買って中にお進みください。髪中ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。特製塩入ってあるのです。ありがとうございます。三角様こちら。三角様麺入ります。はい、上手。三角様特製塩ラーメン麺上がります。ありがとうございます。麺出ます。麺出ます。おつまみ2出ます。どうぞ。お願いします。ご来店ありがとうございます。特製醤油ラーメン二択様麺入ります。お願いします。
特製醤油ラーメン89たくさま麺上がります。しました。大丈夫です。4択画面の塩ラーメンの麺は低加水の麺、水分量が少なくてパリッとポキッとした食感が特徴の麺ですね。鶏豚のスープが結構ガツンと強めに出るように作ってるので、低加水の麺がどんどんそのスープを吸い込むとちょっとしなやかになってくるんですよね。で最初の食べ応えのあるパリッポキッとした食感と最後の方に、感じるスープと合わさった時の麺の食感を塩ラーメンは伝わってほしくってその麺にしました。で醤油ラーメンが水分量が多く含んだ最初からこうつるっとしたもちっとした食感が特徴なんですけど、貝だしと鶏と豚のスープを合わせることでうまみだったりだし感が結構ガンってくるんですよね。ガンっていうのを麺と一緒にこうスッと口の中に入ってほしくって最初からつるもちっとしたこうつるっと食べやすい麺にしました。お待たせしました。特製醤油ラーメン。お待たせしました。お待たせいたしました。お気をつけてお帰りください。またよろしくお願いします。私大体週1ぐらいで来てる。初めていらっしゃる。僕初めてです。お味いかがでした？美味しかったです。塩最高だな。毎回3種類を回して食べてるので全部好きですね。醤油が最近なんかすごい美味しくなってそれがたまらないです。いつも美味しいラーメンありがとうございます。美味しいラーメンごちそうさまでした。こちらお宮古焼きままです。失礼いたします。ありがとうございます。何は78915 OK。ありがとうございます。はい、では持っていきます。先頭から1と2でお願いします。大葉のペーストがすごい美味しくて味変に使ったんですけども、これで結構味の広がりが出てすごい美味しかったです。自分自身量は食べれるんですけど、飽きが来ちゃうことって結構なんか食事を通しての悩みで、いろんな種類のをちょっとずつ食べたいなみたいな願望ってあるんですよね。チャーシューとかも何種類もを1枚ずつ乗せた方が食べてる方が絶対こう飽きないし、いろんな味わいを楽しめたりするじゃないですか。でそういうのでいろんな種類のもの、いろんな味付けのものをやろうと思いました。ありがとうございます。いや嬉しいです。多いですね。ありがとうございます。今日は何食べられたんですか？これですと思いました。チャーシューはとても美味しかった。私はチャーシューめっちゃ好きです。あ、本当ですか？はい。ありがとうございます。何か今後の目標とかってありますか？今後の目標、
りあえず店の利益を伸ばして一緒に働いてくれてるみんなのお給料を増やして2号店は出したいです。はい、かしこまりました。